皆さんこんにちは。今日はとある休日の手帳ルーティンを実況します。こう見えて朝の手帳タイムは予定をさっと確認するのがメインのかなりシンプルな時間です。まずは可愛いのインフラ担当キャス・キッドソンです。置いておくだけで机の景色がパーッと華やかになるので、卓上カレンダーとしていつも開いておいてます。この月間予定と喧嘩しないようにちった手帳で1週間の予定を立てるという流れです。日々更新しているワクワクリストを予定に取り入れるために、今日できそうなことがないかチェックします。この後お花見に行くついでにお肉も食べようと思います。楽しい時間を確保してから、それ以外の時間に忘れちゃダメな雑用を入れていきます。毎週日曜日に重点的な掃除の時間をとっていて、今日は冷蔵庫内の拭き掃除です。このジェミゾーっていうのはうちの冷蔵庫の名前です。今夜は手帳タイムの夜のルーティンも取る予定なので、その分多めに時間をとっておきます。この肉球スタンプラインより上はやることリストなんですが、やり残しタスクをチェックして今日できそうなことを探して、外出先でも確認できるように能率手帳ゴールドにメモをしておきます。これは私の第二の脳みたいな手帳で、予定も思いつきも買うものも一日の記憶をだいたい引き受けてもらっています。そして最後に新メンバーのピュアライフダイアリーです。これはワーク系の手帳なんですけど、自分の強みや価値観をちゃんと言葉にしたくて、去年のうちに買っておいたものの、ちょっとコンセプトの理解が難しくて、ちゃんと分かってから書こうって思ってたら見事に手が止まりました。丁寧に始めようとしすぎて何も始まらないパターンですね。最初の方のワークはぼちぼち書いているようで、お金の項目の熱量がすごいな。もったいないことにね、毎日のワークも331まで白紙で、ようやくこの度4月1日から動き始めました。4月始まりになっちゃいましたね。まさにこの to be の欄だけ書いてます。ここ to do ではなくて to be、 つまりどうありたいかを書けばいいのかなと理解しておりますが、私は本日の理想の自分を短くフレーズ化しています。今日は初めてのことにチャレンジできる自分。結局この能率手帳ゴールドだけを出かける時に持ち歩くんですけど、私のくだらない思いつきとかいろんな覚えておかなきゃを吸い込んでくれるお気に入りの相棒です。予言通りお肉を食べて、めっちゃ多国籍な観光客と共にお花見を楽しんで、芝生で気持ちよくお昼寝しました。夕方です。ちょっと横やりの仕事が入ったので、隙間時間に事務作業を片付けました。その間も手帳はこのように広げてデスクに置いています。このほぼ日手帳の表紙は明治の工芸デザインの傑作ですが、私は AI にもらった言葉や本からの引用をメモしています。マンスリーページにはその日に読み終えた本がわかるように表紙をプリントして貼っています。この2つは漫画なんですけどね。今私の中で静かに平安ブームが来ていて、この歌恋3巻ももうすぐ読み終わりそうです。なのであらかじめカラー印刷しておいた積んどく本の表紙のうち3巻をこのクラフトパンチで切り抜きをします。明日読み終わったらここに貼ることになるでしょうから、なくさないように後ろに挟んでおきます。というわけで、今日のところは GPT がくれた投資に関する格言を書き残すだけにとどめます。夜になりました。夜はちった手帳のやることリストにチェックを入れるところからです。今日は日曜日なので、1週間を振り返ってやり残しのタスクは来週にセカンドチャンスを与えてあげます。右のスペースの使い道、これ迷ってたんですけど、今週気づいた自分のポジティブな変化を書く場所に決めました。
せっかく新しい手帳を買いましたので、その効き目をしっかり見える形にしていきます。この朝のお目覚めラインの延長上に回転印の OK スタンプを押します。見出しの記号はフリクションスタンプが失敗しても消せるのでいいですね。最近考えがカラフルになってきたみたいで、なんだか選ぶ服のサイドまで上がってきたんですよね。内面の変化って外見にも出るんですね。今日できたワクワクリストにチェックを入れていきます。そういえば先日お花も買ってました。スイートピーってこんなにいい香りするんですね。今日は芝生で昼寝をしたし、残すところマトンビリヤニを食べるミッションのみとなりました。今日道行く人々のファッションを見ていて、欲しいバッグのイメージが固まったので、リストに追加したいと思います。そして来週のセットアップです。まずは起床時間に肉球スタンプです。この小さな足跡があれば、今日も一日無事にスタートできたと思えます。続いて大まかな仕事の予定を黄色いマーカーで囲っていきます。私は時間裁量が大きい仕事とはいえ、ここは現実を直視しないといけないゾーンです。一応時間内に終えるつもりで線を引いてるんですけど、いつも下流へ下流へとダイヤが大幅に乱れております。YouTube も土曜日を目指して作業をしてるんですけど、ここも毎回ダイヤが乱れる箇所ですね。なんか私多分時間の見積もりがポジティブすぎるのかな。週2回のテニスは天候次第なので多めに時間を確保して、深夜0時には全てのデバイスをオフにして、たとえ気が乗らなくても本を開いてみるということにしています。今週末は文章を書く時間に当てます。その後は眠くなるまで手帳タイム。食事や買い物、お風呂みたいな書かなくても回ることはあえて書かずに、このあたりに入りそうな勉強や動画編集の計画も書くとやる気がなくなっちゃうから、あえて書かないようにしています。勉強って時間の長さより成果が大事なのに、長い線を引くとそれだけでやった気になっちゃって満足してしまうんです。とりあえず枠組みはできたので、続きはまた明日。ピュアライフダイアリーの夜の部は今日の感謝を3つ書いています。これをやると幸福度が上がるという研究があるらしいですよ。人間の脳って放っておくと勝手にネガティブな荒探しを始めるようにできているんですが、毎日無理やりにでもいいところを見つけて書き出すとポジティブな思考回路に変化するんですって。こんな簡単なことでいいのかは分かりませんが、今後ピュアライフダイアリーについての動画を出すときに合わせて私の幸福レベルの変化もレビューできたらと思います。月始めにやることが多いのを失念しておりました。メンテナンスワークのページは前回の 2B サークルありきの話なので、今日は左側の 2B 診断をチェックします。3ヶ月に1回12個の質問に答えて、今の心の傾向を数値化します。これ平均点を出すんですよね。みんな暗算でやってるのかな。私電卓ないと無理だわ。前回 57% で今回 70%。次回4月から始めた成果を見るのが楽しみです。この可愛くてカラフルな手帳は何でも書いて構わない日記帳、雑記帳にしています。人名と感情がバカすか出てくるからちょっとお見せしづらい度ダントツナンバー1なんですけど、こうやって写真を貼ってコメントを添えるスタイルが多いかな。後で見返して笑顔になれる度もナンバーワンの一冊です。このシリーズの日記帳は今年で4冊目で、あまり書けなくても写真が全くない週でもそれなりにカラフルで可愛いっていうところも気に入っています。最後は3年連用日記帳で一言英語日記を書いてます。これは1月半ばから始めました。毎回変わるインタビューに答えることで、自己紹介のボキャブラリーを増やそうキャンペーンのつもりでやってます。
今日のインタビューは、最近見た中で印象に残った景色はどんなものですか？早速今日のお花見のことを書こうと思います。今日はね、儚いソメイヨシノの並木の下で、団体のお客さんのいろんな国の言語が飛び交ってて、もうどこからかスマホからインド音楽が爆音で流れてて、あっちでは子供たちが大喧嘩して泣いてたり、ちょっと思ってたんと違ったんですけど、すごくパワフルな雰囲気の中で、世界経済ちゃんと回ってるな、私も仕事頑張ろうって思いました。さて、結局私がプランナーとして使っているのはこのゴールドさんとチッタ手帳と卓上カレンダーのキャスの3冊です。本日はここまでです。ではまた次の動画で